このパートではシンガポール在住女性の正直なシンガポールに関する、あれこれをちょっと聞いてみたいと思いますので、緊張します。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず小山さん、はい、失礼ですがおいくつですか？今25歳です。25歳。次来年？はい。次の1月で26歳になります。結構お若くて、じゃあ海外にっていうことですね。あんまり変わらないはずなんですけど。なるほど、わかりました。はい、で、大学卒業してすぐシンガポールですか？ではなくてですよね。はい、ではなく大学卒業してからはすぐオーストラリアの方に勤務をして、あ、そうなんですね。はい。でその後香港の方に勤務をして、で去年シンガポールに移動になりました。ということは大学卒業してからもう3カ国でお仕事されてる。はい。キャリアウーマンですね。いやいや、そんなことないですけど。かっこいいな。なるほど。じゃあオーストラリア、ちなみにどの都市だったんですか？ゴールドコーストに。ゴールドコースト。はい、なるほど。ゴールドコースト、僕メルボルンとシドニーに留学というかワーキングホリデーで来たんで、まあただゴールドコースト行ったことないし、楽しいですか？いいところです。私老後はゴールドコーストに、そんなに、はい、住もうかなって思ってます。あれ、サーファーズパラダイスってゴールドコーストですね。はいはいはい。でオーストラリアが1年。1年ですね。はい。で次が香港が1年。1年です。はい。香港はどうでしょう？香港良かったです。ね、なんだろうな。シンガポールと似てるっちゃ似てるんですけど、もうちょっとなんていうんですか、ローカル感あふれる感じ。あ、そうなん。もうちょっとこう活気があるっていう感じですかね。はいはい、まあ明るい部分も暗い部分もあるけど、すごいこう元気があるエネルギッシュな街だなって。はい、でシンガポールに昨年2020年から。そうです、2020年ですね。どうですか、25歳シンガポール来てみて、思ってたシンガポールとなんか違いありますか？それは全然違う。どんなところが？なんか本当にシンガポール、私東京生まれなんですけど、東京みたいなもんだと思ってたんですね。都会さだと。そう、すごい都会だなって。まあやっぱ日本で見るシンガポールってマリーナベイサンズの付近だったり、オーチャードの付近だったりっていう感じだったので、本当キラキラしてるんだろうなって思ったら、まあ、私ちょっとイースト寄りに住んでるんですけど、めちゃくちゃ下町で、私の家の周りマレー人しかいないんですね。あ、そうなんですね。そうでやっぱそういうところとか、まあ、チャイナタウンとか、まあ、テッカセンターもそうですけど、インド人街の、なんか意外とディープな街だなって。結構地域差によって住んでる人とかも違うんで、結構面白いですね。面白いです。そういう方が好きですね、私はキラキラしてる部分より。なるほど、なるほど。物価とかでもやっぱ香港までも高いです。高いですね。じゃあオーストラリアも高いから結局どこも高い。そうなんです。じゃあ結構お酒とか飲まれますか？お酒、そうなんですよね。好きなんですよね。シンガポール高いですからね。それがちょっとシンガポールのあんまり好きじゃないところかもしれないです。お酒が高い。私も飲むんですけど、やっぱりレストランとかこういうところとかだと1杯本当1000円ぐらいしてくるとこもありますもんね。ちょっとね。お酒好きにはちょっと、厳しいですけど、なんかコツありますか？安く飲む。ハッピーアワーを利用する。ハッピーアワー。なるほど。夕方ぐらいのやつですね。夕方ぐらいのやつですね。確かに。たまに半額のところとかもありますもんね。もうなのでね、今カメラの向こう側に座ってる、私の上司にですね、早めに帰らせてっていうのを今年度はよく言っていこうと思いますね。もうそう始まりますからね。ハッピーアワーが。4時くらいだから帰っていいって言って、後で言っときたいと思います。働き方改革ということで、ハッピーアワーに合わせて帰るですね。いいかもしれないですね。それ。ちなみに小山さん、休みの日とかはどうされてますか？シンガポール何されてるんですか？最近でも結構アクティブに動いてますね。私超究極のインドアだったんですけど、もう1日19時間くらいベッドにいるタイプだったんですけど、19時間ネットフリックス、YouTube、あとはなんか動画サイト見てで選択してみたいな感じだったんですけど、最近ちょこちょこ外に出たりしてますね。まあ、それこそ島行ったりとか、イーストコーストパークを自転車で走ってみたりとか。恐竜のところですか？そうです。いいですね。この間20キロくらいチャリンコこぎました。20キロ。チャンギからどこまでですか？チャンギからマリンパレードくらいまで、イーストコーストパークも真ん中くらいまでを往復で10キロ10キロくらいで。20キロ行くんですね、それで。死にそうだったんでおすすめしません。
おすすめしないですか？片道だったらいいと思うんですけど。ああ、なるほど。ちなみに自転車ってレンタルして？はい、レンタルして、チャンギの横に、はい、自転車屋さんがあったハブ&スポーク、ハブ&スポーク、はいはいはい、ありますよね。でマウンテンバイク、ママチャリ、2人乗りチャリとかもあるので、そういうので。何されてるんですか、休日？僕もだからシンガポール島内もしくはセントーサ島とかしか行くとこ今ないじゃないですか。なので、最近でもセントーサ島の魅力にやっと気づいて、ビーチクラブあるじゃないですか。ありますね。はい、あそこ平日行くと3リットルのビールのタワーが70ドルなんで、1人1.5ドル、1人1.5リットル35ドルでビーチチェア座れる、プールも入れる、で音楽も聴ける、でかなりお得なんですよ。今割りましたね。3リットルで1人1.5リットル。あれ2人で行ってるってことですか？男性とです。男性とですか？男性と。僕ちょっと期待してたんですけど、男性すいません。それぐらい飲める人は男性ぐらいしか周りにいない。そうですね。なので 1.5 リットル1人飲めて35ドル、日本円で3000円ちょっと。はい。ビーチもありますし、あと夕焼け、セントーサ島めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。なのでセントーサ島は結構やっぱりおすすめですね。観光客の方とかに。で今結構工事してるので、コロナ明けてから多分結構綺麗になりそうですよね。なりますよね。はい、ということで今日わざわざお忙しい中ありがとうございました。楽しかったです。コーヒーも美味しかったです。本当突撃したのにもかかわらず気持ちよく外出してくれたので、嬉しかったです。いつでも待ってます。はい、またうちにも来てください。行きます。はい。ということで HIS とパンダバスが本日はお届けしました。さよなら。